ハエの生態と都市環境の関係性。イントロダクション。都市環境とハエの生態との関係性を理解することは、ハエの管理という観点から重要です。都市環境はハエにとって利益をもたらすだけでなく、ハエによって都市環境自体も影響を受ける可能性があります。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、ハエの生態、都市環境におけるハエの存在、ハエの都市環境への適応という、3つのトピックについて詳しく探ります。ハエの生態。ハエってどんな生態なのだ？ハエは実はとても多種多様な生物なの。世界中には数千種類のハエが存在していて、それぞれが違う生態を持っているの。飛ぶだけじゃなく歩くこともできるし、一部の種類は水中で生活することもあるの。それから食物の腐敗や排泄物など、人間にとって不快なものを好む傾向があるの。これはそういった場所に豊富な栄養源があるからなのよ。都市環境におけるハエの存在。都市ってハエにとってどういう場所なのだ？都市環境はハエにとって生存に適した場所なの。都市にはハエが好む食物源がたくさんあるの。ゴミの山、排泄物、腐った食物など、ハエが繁殖するのに適した環境が揃っているの。それから人間の家や建物はハエにとって安全な隠れ家になって、繁殖や陶器の越冬に利用されることもあるのよ。ハエの都市環境への適応。ハエは都市環境にどうやって適応してるのだ？ハエは都市環境にとてもよく適応しているの。例えば人間の活動により変化する食物源に素早く反応したり、都市の建物や構造物を巧みに利用して繁殖したりしているの。それから都市環境は天敵の少なさもハエにとって有利なの。ハエは繁殖力が強くて、都市環境の変化に迅速に対応することができるから、都市にはハエがたくさん生息しているのよ。ハエと都市環境の相互作用。ハエと都市環境はどうやって影響し合ってるのだ？ハエは都市環境に影響を与える一方で、都市環境もまたハエの生態に影響を与えるの。ハエは都市環境における病気の拡散や衛生状態の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があるのよ。まとめ。都市環境はハエにとって理想的な生存場所となっています。ハエはその生態により、都市の環境に適応し、繁殖することができます。しかし、ハエと都市環境は相互に影響を与える存在であり、その関係性を理解することは都市環境の管理にとって重要です。私たちがハエとうまく共存するためには、都市環境の管理とハエの生態理解が重要となります。ハエがもたらす可能性のある問題を理解し、適切な管理策を講じることで、私たちは都市環境でハエと共存することができるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。